最後の花火が打ち上がって、数分後、さっきまで人で埋まっていた河川敷が、もうほとんど空っぽになっていました。これほど多くの人がいた場所が、これほど早く静まり返るとは、思っていませんでした。岩観光察ラジオへようこそ。今日取り上げるのは、花火大会が終わった後の河川敷に、急に訪れる静けさについてです。花火大会の本番中、河川敷は数万人の人で埋め尽くされます。シートを敷いて座る家族連れ、屋台の匂いに誘われる人たち、歓声とともに空を見上げる無数の顔、打ち上げ花火の音が、体の芯まで響いてくる感覚は、多くの人が覚えているはずです。隣に座る家族や友人と、花火の色や大きさについて、言葉を交わす時間、浴衣姿の人たちが行き交う様子や、かき氷やたこ焼きの屋台から漂う匂いも、その夜の記憶を彩っています。フィナーレの連続する大輪が、夜空いっぱいに広がった瞬間には、会場全体から歓声とため息が、入り混じって聞こえてきます。そのにぎわいの記憶があるからこそ、花火が終わった後の静けさに、強い落差を感じてしまいます。これは単なる気のせいでしょうか。それとも、にぎわいの記憶が強いほど、静けさが際立って感じられるのでしょうか。実はここに、最初の小さな違和感があります。花火大会という非日常の熱気は、限られた時間だけ作られるものです。その熱気が終わった瞬間、人々は一斉に日常へ戻ろうとします。その一斉さこそが、急激な静けさを生み出す、一番の理由なのです。つまり河川敷そのものが、特別変わるわけではなく、人の動きが集中して消えることで、静けさが際立って見えているだけなのです。最後の花火が消えた後、まず起こるのは、帰り支度の音です。シートを畳む音、子供を呼ぶ声、懐中電灯のスイッチを入れる音、その音の波に紛れて、自分も帰り道を歩き始めます。人の流れに沿って歩きながら、ふと後ろを振り返ると、さっきまで自分が座っていた河原が、すでに真っ暗になっていることに気づきます。なぜあれほど明るくににわっていた場所が、こんなに早く暗闇に沈んでしまうのでしょうか。考えてみると、花火大会の明るさの多くは、打ち上げ花火そのものの光と、人々のスマートフォンの画面や懐中電灯によるものでした。その光源が一斉に移動してしまえば、残るのはもともとあった、最低限の街灯の光だけです。つまり河原の明るさは、最初から借り物のようなものだったのです。普段この河川敷を訪れる時には、街灯の数がそれほど多くないことに、気づいている人は少ないでしょう。昼間や普段の夜には、散歩やジョギングをする人がいる程度で、それほど明るさを必要としない場所だからです。花火大会の日だけ、その静かな土地に、一時的な明るさとにぎわいが重ねられていたのです。この感覚が、花火大会の後にある、最初の大きな山です。さっきまで自分がいた場所が、一瞬で見知らぬ暗がりに変わってしまう。その変化の速さに、足取りが少し速くなる自分に気づきます。一度その暗さに気づいてしまうと、なかなか気持ちが落ち着きません。歩きながら周りを見渡すと、まだ帰らずに残っている人たちの懐中電灯の光がポツポツと見えます。でもその数は、本番中とは比べ物にならないほど少なく、一つ一つの光が、やけに孤立して見えます。その光の持ち主たちも、足早に駐車場や駅の方向へ向かっていて、立ち止まって話す人はほとんどいません。皆一様に、早く帰り道を進みたいという、共通の空気をまとっているようです。駅の方角から、かすかにアナウンスの声が、
風に乗って聞こえてくることもあります。その声を頼りに自分の進むべき方向を確かめ直す瞬間もあります。暗がりの中ではそうした些細な手がかりが思っている以上に心強く感じられます。普段なら気に求めないアナウンスの声が今夜だけは特別な道しるべのように聞こえてくるのです。しばらく歩いていくと土手の斜面に敷物やゴミ袋が忘れられたまま点々と残っているのが見えます。さっきまで誰かが座っていた場所が主を失ったまま暗闇の中でそのままになっています。レジャーシートの端が風に少しめくれて音を立てています。誰かが座って食べたであろう屋台の容器がシートの脇に置き忘れられています。数時間前までそこには確かに人の生活があったのに、今はその痕跡だけが残されています。なぜ誰も気に留めないはずの忘れ物がこんなにも目についてしまうのでしょうか。これは何か良くないことが起きているわけではありません。ただに祝いの痕跡だけが静けさの中にそのまま残ることで、その対比が強調されているだけです。でもその対比の強さがまるでその場所自体に何かが起きたかのような印象を与えてしまいます。これが2つ目の山になります。にぎわいの痕跡と今の静けさが同時に存在している、その二重の風景そのものが違和感の正体の一部なのです。土手を歩きながら懐中電灯を持たずに歩いていることにふと気づきます。スマートフォンのライトを使おうか迷いながらも、なんとなくそのまま暗さに目を慣らして進むことにします。足元がよく見えないまま記憶を頼りに歩を進めていきます。その時川の水音が急に大きく聞こえてきます。本番中は歓声や音楽にかき消されていた水音が今は唯一の音としてはっきりと耳に届きます。その水音がどのくらいの距離から聞こえているのか一瞬わからなくなります。自分の足音と川の水音の距離感がうまくつかめなくなっていきます。川幅の広さも昼間に見るのとは違って、今はただ音の広がりとしてしか感じ取ることができません。水面のどこかで小さな波が石にぶつかる音も混ざって聞こえてきます。昼間なら気にも留めないその規則的な水音のリズムが今は妙に耳に残り続けます。一定のリズムで繰り返される音は安心させてくれるようでいて、同時に少しの緊張も連れてきます。その音を聞きながら歩く時間は実際の時間よりもずっと長く感じられ、いつもなら気にしない距離が今夜だけは少し遠く思えます。これが3つ目の山です。聞き慣れているはずの水音が距離感を失わせるほどはっきりと存在感を増している。その感覚に気づいた瞬間、少し落ち着かない気持ちになります。早く明るい道路へ出て人の多い場所へ戻りたいと感じる。この感覚もまた良くないことが起きているわけではありません。ただ視覚の情報が減った分、聴覚だけが過敏になっている、それだけのことです。ここまでの流れを少し整理してみましょう。花火大会が終わった後の河川敷ではにぎわいが一斉に消えることで暗さが急速に強調され、忘れ物だけがにぎわいの痕跡として残り、川の水音が距離感を失わせるほど存在感を増していきます。これらはすべて何かが起きているわけではありません。ただ人間の感覚が急激な変化に対して普段より敏感になっているだけです。でもその敏感さが河川敷という場所の見え方を大きく変えてしまいます。花火大会の主役はいつも空に打ち上がる光でした。その光が消えた後、河川敷という土地そのものの姿が
初めてむき出しになります。普段は誰も気にしない土手の傾斜や砂利の感触が足の裏を通して伝わってきます。昼間なら気づかないような小さな段差やくぼみにも今は慎重に足を運ぶ必要があります。普段の河川敷は散歩やジョギングをする人がまばらにいる程度の静かな場所です。その本来の静けさが花火大会という非日常の後に急に戻ってくることで強い落差として感じられるのです。言い換えれば、今夜自分が感じている静けさはこの河川敷にとって特別な状態ではなく、むしろ日常の状態に近いのです。非日常だったのはむしろ数時間前までのにぎわいの方であり、そのことに気づくと少し見方が変わってきます。にぎわいという特別な状態を一時的に作り出していたのは花火大会という催しそのものであり、主催者が用意した屋台や照明もすべてこの日のためだけに一時的に持ち込まれたものでした。それらが撤収されていくにつれて、土地は少しずつ元の静けさを取り戻していくのです。その過程を目の当たりにする機会は意外と少なく、だからこそ強く印象に残るのでしょう。多くの人はにぎわいの終わりを見届けずに早々にその場を後にしてしまうからです。土地はただその舞台を提供していただけなのです。主役はいつもそこに集まった人々の熱気であり、土地そのものは静かにその熱気を受け止めていただけでした。これはとても不思議な現象です。同じ場所でありながら数時間前とはまるで違う顔を見せるその変化の速さに人の感覚がついていけていないだけなのかもしれません。考えてみればこれは花火大会に限った話ではないのかもしれません。大きな祭りやイベントの後の広場も同じように急な静けさに包まれることがあります。学園祭が終わった後の校庭やコンサート会場から人が引けた後の駐車場にも似たような空気が流れているはずです。にぎわいのために一時的に使われた場所ほどその後の静けさが際立って感じられます。普段は静かな体育館や公民館もイベントの後にはしばらくの間がらんとした空気に包まれるものです。その空気に既視感を覚える人もきっと少なくないはずです。にぎわいの後の静けさというものは思っている以上に私たちの生活のあちこちに散らばっているのかもしれません。気づかないまま通り過ぎているだけで似たような瞬間はきっと数えきれないほどあるのでしょう。今夜のこの経験もそんな小さな気づきの一つとして記憶のどこかに静かに残っていくのかもしれません。その時は気に求めない感覚が花火大会という記憶に残りやすいイベントの後では急にはっきりとした形を持ち始めます。普段は気づかないほど小さな落差がこの特別な夜という舞台の上で大きく拡大されて見えているのかもしれません。河川敷に残る静けさはそんな自分の違和感を象徴するように広がり続けます。誰のためでもなくただ元の姿に戻っていくだけの土地、それは失われたものではなくむしろずっと変わらずそこにあった元の姿への回帰なのかもしれません。にぎわいが特別な意匠だったとすれば、静けさはこの土地が普段身にまとっているありのままの姿なのでしょう。その静けさを感じているのは今この瞬間自分だけかもしれません。もう一度土手を見渡すと遠くにまだ残る懐中電灯の光が点々と揺れているのが見えます。その光の数だけまだ帰り道を歩いている人がいるのだと少しだけ安心します。同じ静けさを感じているのが自分だけではないのだと思うと少しだけ足取りが軽くなる気がします。
その光の一つ一つもきっと同じように少しの心細さを抱えながら帰り道を歩いているのかもしれません。やがて駅や駐車場に近づくにつれて街灯の数が増え、人の声も少しずつ戻ってきます。その変化を感じるたびに少しずつ肩の力が抜けていくのがわかります。明るい駅前の光景が見えてきた時にはようやく日常に戻ってきたという安堵感が体全体に広がります。改札を通り抜けて明るい車内に乗り込んだ瞬間、今夜のことがすでに遠い記憶のように感じられます。窓の外を流れる街の明かりを眺めながら、さっきまでの静けさが少しずつ現実感を失っていくのがわかります。この違和感に名前をつけるなら、潮が引くような静けさなのかもしれません。数万人のにぎわいがまるで潮が引くように一気に消えていく感覚。その静けさは誰かを脅かすためのものでも不安にさせるためのものでもありません。ただ非日常が終わって日常に戻っていくだけの自然な流れが、たまたま暗い河川敷という場所で人の心細さと重なってしまっただけなのです。潮が満ちる時にはあれほど賑やかだった浜辺も、潮が引けば静かな砂地に戻ります。河川敷のにぎわいと静けさの入れ替わりも、それに近い自然なリズムなのかもしれません。次に花火大会の後の静けさを思い出したら、少し違う気持ちになるかもしれません。それは何かに怯える感覚ではなく、自分の感覚が少しだけ敏感になっている証拠です。それまでは何気なく通り過ぎていた花火の後の帰り道という時間そのものに初めて意味を感じる瞬間かもしれません。来年の夏にはまた同じ河川敷に大勢の人が集まり、歓声とともに空を見上げるはずです。シートを広げ、屋台の匂いに誘われながら、今夜と同じようなにぎわいが繰り返されることでしょう。でもそのにぎわいの後には、今夜と同じ静けさが必ず訪れるのだと思うと、河川敷という場所の見え方が少しだけ変わってくる気がします。一年に一度の特別な夜にも、こんな静かな結末が隠れているのかもしれません。写真や動画には残らないその静けさこそが、実は花火大会という一日の本当の締めくくりなのかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。